どうも、クピオです。今、石川県のキャンピングカーイベント会場にいます。ここからですね、最新のキャンピングカーで車中旅に行ってきます。新ベース車両ということで、走りどうなのか、居住性どうなのか、現役キャンピングカー乗りとして実際に車中して使い心地確かめます。こちらです。日本特殊ボディハヤテです。このキャンピングカーすごいところが新ベース車両トラビオです。いすゞのエルフミオをベースに開発されたキャンピングカー専用のベース車両です。コンパクトなキャブコンタイプのキャンピングカーになります。横幅が 1770mm とキャブコンにしてはかなりコンパクトです。こんな感じでリアのタイヤなんですけど、スライチになっているのがわかると思います。今度自分でプロデュースをさせていただくキャンピングカーと同じベース車両、同じシェルなので、今回の車中旅で感じたことをプロデュースキャンピングカーに反映させたいと思います。それでは準備して行ってきます。すいません、お借りします。はい、失礼します。まず乗ってみて感じたことが軽っという感じです。すごいトルクがありますんで、スイスイ走っていきます。車重も軽いんで全然キャンピングカーという感じがしません。そして足回りですね。結構キャンピングカーってガタンガタンってして体に衝撃を感じるんですけど、すごいバネが柔らかくて乗用車チックな乗り心地です。このバックモニターも標準装備なんですけど、すごい視認性もいいですね。まずはこのハヤテのスペックを貼っておきます。車の幅が 1770mm とコンパクトですが、乗車定員7名、就寝定員大人5名、子供2名と人はたくさん乗ります。車両総重量 3.5 トン未満なので、普通免許でも運転が可能です。自分が一番気になるのが 1.9 リッターディーゼルターボエンジンです。最大出力120馬力、最大トルク320ニュートン。馬力はそこそこですが、トルクはかなりあります。キャンピングカー用に加装されたボディでパワー不足はないのか、山道や高速道路の途半車線登るのか確かめたいです。燃費も計測します。とりあえず一回ガレージ戻って車中アイテム詰め込みます。はい、車中アイテム積み込み完了しました。今回マルチルームはトイレやシャワーで使用せずに、この収納として使用します。マルチルーム高さや横幅はある程度ありますんで、ラップ式トイレなど設置可能です。その他はこのリア2段ベッドの下に収納しました。外からアクセスできます。中からはこの扉とこのベッドマットを開けるとアクセスできます。奥に照明もついています。で、上段のベッドも使えませんので収納として使えます。これは簡単に取ることもできます。このハヤテのレイアウトなんですけど、応答のセンターエントランスレイアウトです。入ってすぐダイネットがあって4名座れます。で、バンクベッドがあって、後ろ側にギャレーとマルチルームと2段ベッドがあります。で、今日もめちゃくちゃ暑くて、外気温なんと 35.3 度です。これ影の温度計です。なのでこのエアコンもう早速つけました。こちら標準装備です。もうこれがないと夏は車中泊できませんね。このキャンピングカーは 400Ah のリチウムバッテリーが搭載されています。リチウムバッテリーはオプション装備になります。はい、自分のキャンピングカーからタオルケットと枕も持ってきました。はい、お水の給水も完了しました。こちら清水タンク20リッター、排水タンク奥にあって20リッターです。はい、今回長期の車中生活になりますんで、排水タンク内をピューラックスで除菌しておきます。これで汚れたお水も匂いがしなくなります。車内で料理もしますが、料理で出る汚れたお水などは凝固剤で固めます。
手洗いや歯磨きなど軽い水洗いなどにシンクを使用します。自分の乗っているキャンピングカーがこのバンテック GIL520 です。ベース車がトヨタカムロードです。日本のキャブコンのほとんどのベース車両がトヨタカムロードです。この日本特殊ボディのハヤテの新ベース車両トラビオはコンパクトで軽量なので軽快な走りも期待できます。このカムロードずっと乗ってますんで、このトラビオと比較して体感しお伝えします。あとは車内のコンパクトさも体感します。こちら GIL520 なんですけど、車の全幅が 2060mm あります。一方ハヤテは 1770mm です。約30センチ違うんですが、車内で過ごしてみてどう違うのか意外と問題ないかもしれません。もしくはもう全然違うかもしれません。走りの面ではコンパクトの方が扱いやすいです。悩ましい選択ですが、実際にこのコンパクトな車体で車中生活してみて実用性や快適性を確かめます。今回は5日間の車中生活の予定です。最後に日本特殊ボディ三重店へ行きます。はい、しばらくですね、一般道走行してみたんですけど、このパワー素晴らしいです。街乗りでのストップ&ゴーも全くストレスなくスムーズに走行してくれます。これなら毎日買い物や通勤などに使っても全くストレスないと思います。やっぱりトラビオ、トルクがかなりあるんですよね。エンジンが 1.9 リッターとそこまで大きくないんですが、最大トルクは320ニュートン。一方、現行のトヨタカムロードのエンジンは 2.8 リッター。トルクは300ニュートンです。トラビオの方がエンジンは小さいんですけど、トルクが多いのが体感できます。しかも車重も軽いので、より一層軽快に走ることができます。それでは燃料を満タンにして燃費継続します。燃料タンクは70リッターです。はい、じゃあこのトリップメーター A をリセットしておきます。一旦スーパーに行って食料買い出しします。さあ、初めての駐車、緊張します。無事駐車完了しました。こういった普通のスーパーの駐車枠内にぴったり入っています。前がねちょっと線が消えてるんですけど、ちょうど前に合わせて後ろの線がほんの少しだけ余裕があります。で横幅こちらの線にちょうど合わせて、反対側ほんの少しだけ余裕があります。この全長が 4930mm、 5メーターの駐車枠にぴったり入ります。全幅は 1770mm なんで2メーターの駐車枠にほんの少し余裕が生まれます。高さだけ気にしていたらどこでも止められるっていうのはすごい気が楽です。ミラーは手動で折りたたみ可能です。小回りも効くんでかなり駐車はしやすかったです。最小海底半径が 4.4 メーターということでかなり駐車はしやすいです。カムロードも最小海底半径が小さいんですけど、それでも 4.9 メーターです。ちなみにフィアット・デュカトの最小海底半径は一番小さいモデルで 6.3 メーターです。トラビオは6速オートマチック、そしてこのキャンピングカーは車両総重量 3.5 トン未満なんで、オートマ限定の普通免許でも運転できるので、車で免許持ってる方なら誰でも運転できるっていうのは強いですね。で外装のこのバンクの先端ですよね、結構かっこいいですよね。流線形になっています。でフロントなんですけど、このミラーやこの下の AR ですね、この辺はディーラーオプションが入っているそうです。でこちらリアなんですけど、なんとキャンピングカーなのにシーケンシャルウインカーが入っています。ちょっと光らしてみます。キャンピングカーでもこういった普通車のようなかっこいい装備って嬉しいですよね。あと面白いのがここなんですけど、ヘッドライトウォッシャーがついています。ここからウィーンって出てきてシュッてお水出ます。でこのヘッドライトについた汚れや雪などを落としてくれます。ヘッドライト LED なんですけど、これなら雪国でも安心ですね。でサイドのリアここなんですけど、ここは収納になっています。で真ん中のとこはここはバッテリーですね。反対側は燃料タンク、そしてエアコンの室外機があります。リアはバケツドアが1箇所で、サイドからもアクセスできます。いやーしかしこの車リアがダブルタイヤなんですけど、乗り心地いいのがびっくりしました。それでは買い出し行ってきます。
車内の高さも1910ミリとかなり高いので移動もしやすくストレスも全くありません。さあ、それでは今日の車中泊スポットへ向かいます。ここからですね、一山越えたところに車中泊できる銭湯があります。そちらへ向かいます。山走りますんで、坂道の一般道での登坂性能、ワインディング時のロールですね、左右の傾き確かめます。この車なんですけど、電動パーキングに、そしてオートブレーキホールドついてます。もう信号などでブレーキ踏んで足を離してもブレーキを継続してくれています。そしてまた信号が青になってアクセルを踏むか、もう一回ブレーキを踏むとブレーキが解除されます。これがもうめちゃくちゃ楽です。この信号でのストップ&ゴーの多い街のりでは、あるのとないのでは運転の楽さがもう全然違いますね。はい、上りに入りました。で、今一般道なんですけど、東岸車線出てきました。かなりきつい坂です。で、今50キロで走行しています。で、速度が下がってきたんでアクセルを少し踏み足しました。そうすると加速して50キロ戻りました。で、その後はですね、もうそんなに踏み出しないんで、特にそんなに失速することもなく快適に走ってくれてます。このぐらいぐんぐん進んでくれたら、もうキャンピングカーですが山道で渋滞を作ることもないと思います。もう本当に普通車と変わんないって感じですね。そしてすごいのがこのコーナリング性能ですね。びっくりしました。こんな感じで右へ左へずっとカーブ続いてるんですけど、もうめちゃくちゃロール少ないです。自分の乗ってるカムロードと比べても半分ぐらいのイメージです。やっぱり車体が軽いのと、このキャンピングカー専用の足回りですよね。リアのリーフスプリングとショックアブソーバーがトラビオは専用設計になっています。もうプロがチューニングしているんで、もう間違いないですよね。カムロードの場合だったら社外品の足回りパーツをつけてようやく快適に乗れるんですけど、これもうこのままで大丈夫です。むしろこれがいいです。こんなにもキャンピングカーのことを考えて設計してくれているメーカーは日本では5つぐらいじゃないでしょうか。はい、到着しました。第2駐車場の方に止めてくださいということなんで、こちらの第2駐車場に止めました。向こうが温泉なんで少し離れています。この後ろは新幹線が通っています。結構音しそうですね。でもうすぐ横はマンションという結構街中の車中泊スポットになります。この場所でいいのかもちょっと今わかんないので、もう一回受付してそのままストップを浴びてきます。すごいなんか雰囲気あっていい感じですね。
風呂上がりにこのキンキンに冷えた車内でキンキンに冷えた飲み物いただく、これ本当に幸せです。温泉併設の車中泊スポットって最高のエンタメですよね。ちょっと罪悪感もあるんですが、それがまたいいんですよね。ここの車中泊スポットはトイレ夜12時までしか使えません。12時まではこの温泉のトイレを使えます。それ以降は近くのスーパー24時間あるみたいなんで、そちらか駅のトイレを使用してくださいとのことでした。温泉の入り口にコインランドリーもありましたんで、長期車中泊旅している方はかなり重宝する車中泊スポットだと思います。ちなみに電源はプラス1000円、そしてゴミもプラス1000円で回収してくれるようです。チェックアウトは明日の朝10時で、車旅クラブの会員証があれば300円車中泊代が安くなります。エンジンつけたまま車中泊するのは NG ということでした。それではもうお腹ペコペコなんで夜ご飯いただきます。美味しそうだったこのナスビのお惣菜と、あとこの餃子、今回フライパンでここで調理してみます。お惣菜系はもう電子レンジで温めます。この家庭用クーラーと電子レンジ同時使用 OK です。このキャンピングカーはオプションの 2000W のインバーターがついています。なのでエアコンと電子レンジ、またはエアコンと IH 調理器など2つまで同時使用 OK です。いただきます。ごちそうさまでした。アルミホイルで包んで焼いただけなんで、洗い物ゼロなのが嬉しいですね。それでは簡単に片付けていきます。これまた明日も使えますんで、もうここに置いておきます。調理している時は匂いしなかったんですが、食べている時にやっぱり餃子とかシューマイの匂いしたんで、軽くマックスファンで換気していました。その時にここの窓を開けて換気していました。そうするとこっから空気入ってこう出るんで、最小限の空気の移動で済んだんで、エアコンで冷えた空気が全部外に流れるんじゃなくて一部だけだったんで、この位置はやっぱりいいなと思いました。ただよく言えばやっぱり天井じゃなくてもうここにレンジフードがあったら一番空気のロスは少ないんで、車内で調理する方は欲しい装備だなと思いました。またはここ DIY とかでなんか常時置ける換気扇置いといた方がいいですね。ここだったら簡単に設置できそうです。今日一日食事とかで使ってみて思ったのが、このテーブルちょっと高いんですよね。なんかちょうどファミレスのような感じです。なので自分とか大人はちょうどいいんですけど、お子さんがいる家庭では少しテーブルが高いのでクッションか何か必要だなと思いました。でもこの天板の色すごいいいですよね。化粧板なんで水にも強くて汚れもすぐ落ちます。自分がプロデュースさせてもらうキャンピングカーもこういった天板の色がいいなと思いました。やっぱりウッド調の内装のキャンピングカーっていいですよね。その場にいるだけでキャンプ感を味わえます。今日含めて5日間車での生活になりますんで、できるだけゴミ減らしていきたいと思います。このリアのベッドの下のスペースかなり空いてますんで、ここに溜めていって、溜まってきたら RV パークやキャンプ場で処分します。
ハヤテのベッドは3箇所あります。まずはバンクベッド。こちら展開すると長さ 1950mm、横幅1600と一番広いベッドになります。そしてダイネットソファーもベッド展開できます。そうなると長さが 1800mm、横幅が 1100mm、身長 170cm くらいでしたら快適に眠れそうです。身長 180cm 以上でも斜めに寝れば大丈夫そうです。で、最後にリアの2段ベッドがあるんですけど、横幅は800なんですけど、長さがですね1650と短いので子供2人用になってます。ハヤテはコンパクトなキャンピングカーということで街乗りしやすかったり駐車もしやすいんですけど、こういうところにコンパクトゆえのデメリットがあります。なので大人はこのソファーのベッドかバンクベッドになります。で、今日はこのソファーベッドで寝ます。はい、ベッド展開完了しました。結構早かったですね。1分ぐらいでベッド展開できると思います。これで完成かと思ったんですけど、まだ1800じゃありませんでした。ここですね。ここも取らないといけません。ここはマジックテープで取り外しができます。こちら置く場所がないんで一旦バンクベッド置いておきます。これで170センチの自分が足を伸ばしきっても当たりません。で、こっち側も足当たらないんでこのまましておきます。やっぱりここは高さがあるんでかなり開放的です。もしこのキャンピングカー自分が所有したら多分ここでいつも寝ると思います。このコンパクトな車内どうなのか気になっていました。で、今日一日過ごしてみて感じたのは高さがあるので窮屈さは感じません。自分の所有しているキャンピングカーが大きいので少しコンパクトさは感じますが、キャンピングカー内でできることは一緒なんですよね。少し狭いというだけです。そこをどう取るか人によって変わると思います。今回は一人で過ごしてますが、3人とかになってくるとまた変わってきそうな気がします。少し車内での動きづらさは出てくると思います。ただコンパクトさゆえのメリットはとても感じました。駐車や狭い道、道路上に障害物がある時など比較的心に余裕ができて安心して走行できました。そして車内ではこのエアコンの効き具合めちゃくちゃよく効きます。空間が狭い上にキャブコンのボディ断熱が効いていて、この家庭用エアコンではオーバースペックなぐらいよく冷えます。家庭エアコンの消費電力の少なさとこのキャンピングカーの断熱、そして車内のコンパクトさ加わればバッテリーの消費もかなり抑えられるメリットがあります。今現在のバッテリー残量は 64% です。このまま朝までつけっぱなしで寝ます。いやー、しかしキャンピングカーって本当奥が深いですね。この車幅が少し変わるだけでこんなにも感じることがいろいろ変わるんですね。今回の5日間でこのコンパクトキャブコンの良さを体感したいと思います。いや、ぐっすり眠れました。このアプローチの睡眠アプリで睡眠ステージ出るんですけど、コア睡眠が5時間42分で深い眠りが35分なんで6時間以上ノンレム睡眠の状態があったようです。
車中泊の場合は覚醒が多いんですけど、もう家で眠ったような深い眠りについていたようです。このソファーのクッション結構分厚いんで、下に薄い生地1枚だけ引いただけなんですけど、底付き感もなく快適でした。ただこの長さが180ということで、ちょっと自分が寝返り打ったりとか動いたりとかして頭か足がついた感じがあったんで、途中斜めに寝ました。そうするとかなり広かったんで快眠できました。現在の外気温がなんと 40.4 度。外の温度計はこんな感じで車の影になるところに設置しています。今影になっています。エアコンはもう本当によく効いたんで、ちょっと途中寒かったんで温度上げたりしていました。現在のバッテリー残量は 26% です。かなり減りましたね。さすがに外気温40度だとかなり衝撃します。サブバッテリーは本当何本あっても困らないですね。いただきます。ここで朝食も作っていただこうと思ってたんですけど、ゆっくり寝すぎてもうチェックアウトの時間です。なのでもう移動先で朝食をいただきます。移動してるうちに走行充電でバッテリーも回復してくれると思います。この車はソーラーパネルはついてません。で、一応オプションでですね、600ワットまでソーラーパネル増設できるようです。やっぱり夏場クーラー使うならソーラーパネル欲しいですね。すぐ後ろ新幹線通ってるんで、なんか設備の音とかで結構雑音はしていたんですけど、キャブコン内は本当に静かだったんでぐっすり眠れました。遮音性バッチリですね。はい、それでは再出発します。いやー、いいとこでしたね。で、今から行く場所なんですけど、今日は電源のない場所で車中泊しようかなと思ってたんですけど、サブバッテリーが全然残量ないんで、どこか RV パークか電源のある施設で車中泊します。とりあえず石川県を下道で南下していきます。この辺結構都会で車の交通量も多いんですけど、もう全然スムーズに走行できています。トラビオは6速 AT なんですけど、このシフトが結構スムーズです。加速の時はもう全然シフトショックなくスムーズにシフトアップしていってくれて、これブレーキ踏むとですね、自動でシフトダウンしてくれます。そしてエンジンブレーキがかかるんですけど、結構きつめのエンジンブレーキなんで、ブレーキをそんなに強く踏まなくても止まってくれます。はい、ちょっとコーヒー飲みたいんでコンビニ寄ります。はい、コンビニ駐車完了しました。車幅が 1770mm なんで、こんな感じでもう店の前に止めても大丈夫です。隣に車がいても問題なく出入りできます。自分の乗ってるキャブコンだと絶対端の方にいつも止めています。たまにコンビニとかでこの屋根が出っ張っている場所があります。そこだけ気をつけた方がいいですね。隣の車とは結構距離ありますんで、もうドア全開に開けても問題ありません。アイスコーヒーとモーモークレープ買ってきました。これ食べながらドライブ楽しみます。ドリンクホルダーは運転席のハンドルのすぐ右側にあります。これかなりいいですね。そしてトラビオはですね、この運転席周りが結構かっこいいんですよね。商用車のトラックというか、すごいスポーティーな感じがします。こういったピアノブラックインストルメントルパネルが採用されています。この辺もそうですね。ドア内側はクローム調のパワーウィンドウスイッチがあります。メーターなんですけど、いすゞエルフミオのカスタム専用と同じメーターがトラビオにも採用されています。で、運転席のシートも結構かっこよくて、スウェーデ調とこの革のシートが採用されています。で、ここ真ん中も人座れますんで、例えば親子3人揃ってドライブも可能です。これはポイント高いですね。
でシフトレバーはこっちドライブで、こっちが倒すとマニュアルモードでシフトが任意にチェンジすることができます。でその後ろがこれ電動パーキングですね。これをオンにしておくと、駐車した時にパーキングを入れるとパーキングブレーキが自動でかかります。電動パーキングの後ろ、これがオートホールドブレーキ機能です。これがね、本当にすごい神機能です。これをオンにしておくと、信号待ちなどでブレーキを踏んで、ブレーキを離してもずっとブレーキがホールドされている状態になります。で再出発するときはもう一度ブレーキを軽く踏むか、ドライブ入れたままアクセルペダルを踏むと再出発できますんで、信号待ちの疲労度が全然違います。そしてこの足回り素晴らしかったのでちょっと映しておきます。リアのサスペンションなんですけど、キャンピングカー専用設計です。テーパーリーフサスペンションとスタビライザー、ショックアブソーバーが専用設計です。こちらが専用設計のテーパーリーフサスペンションです。通称板バネと呼ばれるタイプのサスペンションになります。ショックアブソーバーはちょっとここから見えないですね。スタビライザー見えますね。この横の棒ですね。これが専用設計のスタビライザーです。フロントのショックアブソーバーなどはエルフミオと同じだそうです。リアだけキャンピングカー専用です。こちらのおかげでもう乗り心地、段差ショックもかなり綺麗にいなしてくれます。そしてコーナリング時の傾き、ロールがほとんどありませんでした。もうこれは素晴らしいです。ハイエースのキャブコンといい勝負じゃないですかね。トラックベースの乗り心地とは思えませんでした。でリアはダブルタイヤです。タイヤホイールサイズが15インチですね。フロントも15インチです。そして前後にディスクブレーキがついています。これのブレーキ性能も素晴らしいんで、また後でお伝えします。さあそれでは今から下道で石川県をずっと南下していきます。で調べたらですね、片山津温泉というところに有料の車中化スポットがありました。そちら電源も使えますんで、一旦そちらに向かいます。でそこで遅めの朝昼兼用のご飯を車内で調理していただきます。もうちょっと動いただけで汗が吹き出してきました。もう今回は温泉巡りの旅ですね。で現在サブバッテリーの残量が 19% です。ここから下道でしばらく走行してみて何%増えるか確かめます。はい、ブレーキ性能なんですけど、これねすごいよく効きます。自分の乗ってるカムロードに比べてもかなり制動距離が短いのが分かります。シンプルにブレーキ性能がいいというのもあると思うんですけど、車重が軽いのと、あと速度が落ちるとシフトダウンしてそのままエンジンブレーキがかかります。その効果もあり、比較的短い制動距離で止まってくれます。やっぱりキャンピングカーで制動距離長くなるんで、これは安心です。その他安全装備が充実しています。まずはプリクラッシュブレーキ、衝突の際衝撃を軽減してくれます。そして車線逸脱警報、ふらつき警報、誤発進抑制機能、先行車発進のお知らせ機能、車間距離警報など、高齢化社会の日本では安心な装備がついています。自分では大丈夫と思いますが、長期旅などでは何があるかわからないので、こういった最先端の安全装備はあると安心です。到着しました。燃費メーターに出てるんですけど、1リッターあたり 9.9 キロですね。そして1時間10分ぐらい走行したんですけど、サブバッテリーは 19% から 31% に増えています。今この車両についている走行充電器は約 500W 発電するんですけど、実際の製品版は 650W ぐらい発電するそうです。なのでもうちょっと増える感じですかね。ホテル周辺は田んぼに囲まれていて、すごいのどかです。では早速受付行ってきます。はい、車中泊の料金は3500円でした。で今回ですね、ちょっと贅沢に夕食日帰りバイキング頼みました。これは4040円でタオル付きで温泉の料金も含まれています。ここロビーなんですけど、絶景が広がっています。目の前には芝山形と呼ばれる関湖が広がっています。かつてここは海だったそうなんですが、長い年月が経過して海から隔てられて浅い湖になったようです。ラグーンとも呼ばれているそうです。電源付きの駐車スポットはこの一角ですね。キャンピングカーって書いています。電源はこちら合計4口ありますね。トイレなんですけど、もうこの駐車スペースのすぐ横、あそこ入り口にありました。この距離は嬉しいですね。
自販機もすぐ横にありますんで、お水などはこちらで購入できます。駐車場のすぐ後ろは絶景の芝生広場があります。で、ここ山かなり遠いので、ツキノワグマの出没の可能性はかなり低いと思われます。はい、電源つながりました。これでもクーラー使いたい放題、そしてサブバッテリーも充電されます。外部電源の入力はこのリアの下にありました。快適にリモートワークすることができました。このエアコンが気持ちよすぎて途中仮眠しちゃいました。でも時間がですね、現在夕方の6時です。で、日帰りで食べれるバイキングが6時から8時半までです。なのでもう今からお風呂入ってバイキング食べます。ここで本格的な調理もしたかったんですが、今日はホテルのバイキング食べて、明日からここで調理したいと思います。この新しいベース車両トラビオのキャンピングカーハヤテで初めて車中泊してみて、この2日間で良かったところ、気になったところ、いろいろ見えてきました。お風呂入ってご飯食べてから少しまとめて改めてお伝えします。もう電源は使いたい放題なんで、エアコンつけたままお風呂行ってきます。ごちそうさまでした。ご飯美味しすぎておかわりしちゃいました。こんなに豪華な夕食食べられる車中泊スポット、なかなかないんじゃないでしょうか。最高でした。あとはハヤテの中でゆっくり過ごします。もうあとはこのキンキンに冷えた車内でゆっくりパソコンの編集や YouTube 見たりして過ごします。多分もうそのまま寝ちゃうと思いますんで、先にこの2日間新型キャンピングカーハヤテと一緒に過ごしてみて感じたことをお伝えします。まずは検証データからお伝えします。この新型エンジン 1.9 リッターディーゼルターボの燃費なんですけど、1リッターあたり街乗りは 9.9 キロ走りました。今回約80キロ山道や信号の多い市街地、信号の少ない郊外の道、均等に走りました。エアコンはもう常にフル稼働の状態です。カムロードだと1リッターあたり7キロぐらいなんで、トラビオはお財布にも優しいですね。明日高速道路走るので、どのぐらい燃費が伸びるのか楽しみです。で、次はこの家庭用エアコンのバッテリー消費なんですけど、12時間機能つけっぱなしで 58% 消費しました。日中の外気温は40度とかなり高温でした。この灼熱の街の中、アスファルトの上でキャンピングカー内で快適にこもれるのすごいですね。その分消費電力もすごいですが、晩婚では考えられない断熱性です。夏場はリチウムバッテリー何本あっても足りませんね。このハヤテの売り、
車幅が 1770mm と通常のキャブコンよりコンパクトな車体で過ごしてみて感じたことなんですけど、車内で1人2人で過ごす分では全然問題ないです。むしろこの狭さは自分は好きです。で、収納も結構ありました。このリアベッドの下かなり広いんで、ある程度人数増えてもなんとかなると思います。ただ、常時3人以上の車中旅になるともうちょっと広い方がいいかなと思います。小さいお子さんだったら全然問題ないと思います。ここが狭くなるんですよね。このキッチンとソファーとかマルチルームのこの通路みたいなところが狭くなります。通常のキャブコンだともうちょっと広いんですよね。もう誰かがここに立って何か作業してると、ここはもう通れなくなります。自分のジルだとなんとか2人通ることができます。結構朝方混むんですよね。複数で車中泊すると。あと気になったのは、そのコンパクトさゆえにこの横でベッドが作れないことですね。リアベッドは 1650mm なんで、大人の男性は眠るのが厳しい人が大半になると思います。このコンパクトな幅は運転面ではメリットが多いので、その辺の今挙げたデメリットが問題ない場合はちょうどいいサイズ感だと思います。夫婦2人旅にはもってこいです。安全運転装置も多いので、いろんな方にお勧めできます。以上がざっくりと感じたことです。その他細かいこともありますので、感じたメリットデメリットをお伝えします。車内でメリット3つ、デメリット3つ、走行面で1つずつありました。それではまず、車内のデメリットからお伝えします。このシンクの下にある給排水の給水と排水が大変でした。これが20リッターのタンクなんですけど、手前に給水で奥に排水があります。ベルト取って持ち出すんですけど、20リッターなんでかなり重たいです。何もないところで持つのは全然問題ないんですけど、ここかなり狭いんで腰が入りにくいっていうんですかね。もう本当に手の力だけで20リッターのタンクを持ち上げないといけないんで、筋トレみたいな感じですね。で、その重たいタンクを持ったまま階段を降りて出すっていう感じです。で、また排水も出します。で、またそれを持って階段上がって次狭いとこ入って、で、この体勢では入れるのが結構難しいんで、こう反対側になってこう入れるんですけど、ここがね、もうすぐ後ろベッドなんでかなり狭いです。戸建ての方で外に蛇口があってそのままホース持ってこれる方は問題ないと思います。ただ排水出すとき一回給水タンクも出さないといけないんで、どっちみちちょっとしんどい体勢になります。そもそもこの車のコンセプト的にがっつりシンクを使うっていう感じでは考えてないかもしれません。もう一切水を使わないという選択肢もありかなと思いました。ただせっかくシンクついてたら使いたいですよね。自分がプロデュースするキャンピングカーはできれば外から給水と排水もできるようにしたいと思います。二つ目なんですけど、大人の男性がすぐに寝られる場所がありません。このソファーベッドが一番快適なんですが、この状態でベッド展開しようと思うと、まずソファーの荷物全部片付けます。で、テーブル上も片付けます。そこから展開になりますんで、ちょっと仮眠したい時に寝るには面倒です。となると、バンクベッドが一番パッと寝れるんですが、バンクベッドは高さの圧迫や熱が上に行ったりして、人によってはバンクで寝るの嫌な人もいてます。自分もちょっと苦手です。まだ自分は早手でバンクで寝てないので何とも言いませんが、このバンクベッドしかメインベッドにできないっていうのはデメリットかなと思いました。子供とかはね、かなり好きなんですけどね。なのでこのコンパクトなキャンピングカーを購入考えている方は、一回バンクベッドでも寝転がった方がいいかもしれません。自分も今日バンクベッドで寝てみます。やっぱり自分はフロアで寝るのが高さもあって一番好きなので、自分がプロデュースするキャンピングカーはもうこの縦に常設ベッドですね。できれば作りたいと思ってます。で、3つ目のデメリットは走行充電です。製品版は約 650W 充電されるということです。アンペアで言うと約50アンペア。悪くはないんですけど、このトラビオのオルタネーター、エンジンの動力を電気に変える装置なんですけど、そちらは 12V で150アンペアもあります。カムロードの130アンペアより高いんですよね。なので、もうちょっとこのオルタネーターの良さを引き出して発電が高かったらいいなと思いました。ただですね、オプションで高額になってしまうんですけど、日本特殊ボディさんは新開発のエネクルーズブロック2というのがあります。これすごくて自分も一度体感したことあるんですけど、アイドリングでなんと 2000W 発電します。夢のようなアイテムですね。次は良かったところなんですけど、まず一つ目、乗り降りすごいしやすかったです。ここの入り口が2段になっていて、一番下はかなり低いので、地面と高低差があまりありません。なので、ステップなどなくても階段のように乗り降りがしやすかったです。あとここにダンパーがついてますんで、ドア開けてなんかどっかに固定しなくても、もう手で開けるだけで勝手に固定されてダンパーで溜まってくれます。それも使い勝手良かったですね。結構強い風が吹いてもバタンと閉まることはありませんでした。次良かったのはこの車内料理時ですね。ここの窓とマックスファンの位置関係が良くて、この空気を吸ってそのマックスファン流れていったんで、もう匂いが全然残りませんでした。このマックスファンは真ん中この辺についていることがあるんですけど、ここだったらここからの空気取り入れたら、こう結構部屋全体の空気が変わってしまいます。
外気温がちょうどいい季節はいいんですけど、暑かったり寒い日は温度が上がったり下がったりしますんで、できるだけ車内の空気は入れ替えたくないんですよね。なのでこのキッチン上にすぐあるのはいいなと思いました。できればやっぱりこのレンジフードですね、ここにあれば一番空気の入れ替わりは少ないと思います。自分がプロデュースするキャンピングカーも車中飯しても匂いが残りにくい構造にしたいと思います。そうすれば車内での楽しみも増えて、よりキャンピングカーのことを好きになっていただけると思います。3つ目のメリットは、ここの運転席と後ろの仕切りですね。ここがね、かなりいいなと思いました。このソファーを外すと、こんな感じで、行き来もできるぐらいの広さはあります。なおかつですね、この上部とサイド、しっかり板で仕切られてますんで、この断熱性がいいんですよね。ここカーテンで閉めるだけでもう完全に運転席と後ろ仕切れます。で、空気のこの流れもすごい少ないです。どんだけ後ろ断熱しても、この前の運転席とかはなかなか断熱できないんで、夏は暑かったり、冬は寒かったりします。なので、ここの仕切りを完全に断熱できれば、キャンピングカーの断熱性能も活かせれるんですけど、結構仕切るのが難しいキャンピングカーが多いんですよね。この仕切りの開口部が広いキャンピングカーが多いです。ここがこんな感じで開いてるキャンピングカーが多いですね。自分も最初はそっちの方が好きだったんですけど、実際にキャンピングカー乗るようになって、今回暑い日とかですね、体感するともうできるだけここは断熱性能高い方が夏はエアコンよく効きますんで、ここの仕切りは暑い日や寒い日はかなりメリットだなと思いました。次走行面なんですけど、まずはデメリットからかなりいい走りをしてくれたこのキャンピングカーですが、肉のみでクルーズコントロールはありません。四駆はないんですよね。そしてクルーズコントロールありません。今は追従型クルーズコントロールもかなり普及してきましたが、ついていません。やっぱりこの辺トラックベースということが原因だと思うんですが、やはり快適のためにクルーズコントロールは必須だと思いますので、走りがいいだけに惜しいなと思いました。肉ですが、電子制御がありますので、横滑り防止ですね。そちらはついていますので、雪の上もそこそこ走行できます。なので、雪の降らない地域に住んでいて、たまに降るとこに行くぐらいなら、この電子制御の肉でいけると思います。トラビオのワンランク上の車両、B カムには両方ついています。ただですね、価格は跳ね上がります。次はデメリットまでいかないんですけど、気になったところ番外編としてお伝えします。ここにね、リアのバックモニターがついてます。これ常時映るんですけど、これの解像度が結構低くて、昼はそこそこ見えるんですけど、夜になるともうナンバーは白飛びみたいな感じになっちゃって全く見えません。もうちょっと解像度高いカメラとモニターってないんですかね。運転に支障はないんですけど、Amazon などでも高画質で安いドラレコも出てきてますんで、少し気になりました。でも Amazon の中国製も結構すぐに壊れちゃったりするんで、なんとも言いませんが、気になったのでお伝えしました。で、走行編のメリットは何と言っても走行性能ですね。びっくりしました。もうハイエースのキャブコンに匹敵する走行性能です。力強い低速域の加速、コーナーリング時のロールの少なさ、トラックベースの中ではピカイチですね。しかもよく止まるし、今からカムロード購入して足回りお金かけるならもう最初からこれでいいかもしれません。足回りも純正の安心感もあるし、保証も受けられます。ただ自分は運転席だけで、後ろは乗ってないんで、後ろの乗り心地はわかりません。リアの荷物はある程度合われていたんで、リアの乗り心地は少し悪いかもしれません。その辺もまた後日体感したいと思います。あとは高速道路どうかですね。一般道の走りは素晴らしかったんで、高速道路の上り、ジャンクションのコーナリング、あと一番気になるのが風の煽りですね。高速道路は高い場所にありますので、強風の場所が多いです。明日、三重県着いたらですね、伊勢湾岸道を走ってみます。あそこは海の上でめちゃくちゃ風が強いです。そこで煽られなければもう完璧なベース車両ですね。広いなぁ。バンクベッドで展開すると、このセカンドシートの椅子ですね。これ座ると自分は身長170センチで頭がついちゃいます。子供なら問題ないと思います。このバンクベッドで展開した状態だったら、大人はこっち側に座った方がいいですね。それではもうちょっとパソコン作業してから、今日はバンクベッドで眠ります。